放射性同位元素施設の二瓶です。よろしくお願いします。まずはじめに背景ですが、これまでの発表者の先生方がおっしゃられたように、5年前になりますが、東京電力福島第一原子力発電所事故が起きまして、発電所を中心に北西方向に濃度が高い地域が見られます。飛散したセシウムがどのように土壌に付着しているかということを今日は全体のテーマでお話ししてますが、私もこのテーマについて今日は発表させていただきます。私の場合は土壌とそれに関係する実際に作物がどのようなセシウムを吸うかというところに注目して発表いたします。まず飛散した土壌に付着したセシウムですが、これまでの発表のように、土壌を細かく区分していくと、このように粘土鉱物や有機物があります。その中で、セシウムが表面に付着したり、中に入っているセシウムが分布していますが、一般に大雑把な言い訳、分類をしますと、このような相関に入ったものは、強い吸着、固定化と言われるような強い吸着をしていると思われます。このような強い吸着、土壌に吸着しているものは、一般には植物は利用しにくい分類にされています。一方、この表面や有機物についたようなものは、この強い吸着に比べると土壌に関しては弱い吸着と言われるものでして、それらは一般に植物が吸いやすいものというような分類がされています。この弱い吸着をここでは交換性のセシウムと言いまして、この交換性とこの強い吸着を含めたものが全セシウム、トータルのセシウムになります。ちなみにですが、植物が吸収する移行係数というのは、このトータルのセシウムに対しての作物のセシウムの割合を示しているものでございます。また、飛散したセシウムは土壌に沈着しておりますが、それらは決して均一に沈着しているものではありません。このような1枚の補助を見ますと、これは福島県農業総合センターの結果ですが、ある補助に関しては7倍から8倍のような一つの補助の中でばらつきが見られます。それは降下した時の量によるものとか地形によるものとされています。このような土壌に関してのデータはこの他にも報告されているんですが、そこで栽培された作物、このような補助で栽培された作物がどのくらいのばらつき、変化があるか、違いがあるかという報告はあまりありません。そこで本発表の目的としては、まずはじめに土壌中の放射性セシウムの分布や作物への移行に関して、1枚の補助の中でどのくらいのばらつきがあるかということを調べました。そしてこのばらつきがどのような土壌の特性、土壌がどのような土壌が放射性セシウムの高い作物を生産するのかということを考察しました。最後に、今後の予測、今後このような高いセシウムを作物を生産する土壌が今後どのように収束していくのかということを予測するために、土壌中にある天然の安定のセシウムと比較しまして検討することとしました。調査方法は福島県の飯舘村の補助を借りまして試験をいたしました。3.6メートル、約3.6メートルかける30メートルの補助を 1.2 かける1.5メートルのマスに区切りまして60分割をしました。で、この60分割の補助からこのように土壌を採取し、一つ一つ各土壌の特性を調査しました。また、そこにこの場合はそばを植えまして、そのそばも同じように60分割の中からそばを収穫しまして、そばのセシウム濃度を測定いたしました。土壌の測定項目は主に先ほど申しましたトータルのセシウムと交換性のセシウムになります。トータルのセシウムは採取してきた土壌をそのままNAI シンチレーションカウンターで測定しました。交換性のセシウムは一般に農学の分野で用いられる酢酸アンモニウムという塩基で置換したもの、置換して出てくる、抽出されてくるものを同じく NAI シンチレーターで測りました。その他に土壌の特性としてこのような項目も測定しております。
まずはじめに、圃場の中の土壌のばらつきと作物のばらつきの結果です。上段がトータルのセシウムのばらつき、下段が交換性セシウムのばらつきになります。ご覧のように色分けしておりますが、このように一様ではなくばらつきが見られます。ばらつきの評価を示すために変動係数というものが用いられます。これはこの土壌のトータル全部の平均値を標準偏差と言われるばらつき具合で割ったものになります。そうすると指標が違うものでも単位が違うものでも変動ばらつきの具合を比較できますので、この指標を使わせてもらいました。これを見ますと、トータルのセシウムが約 15% 程度の変動係数に対しまして、高寒帯植物が一般的に吸われやすいと言われるセシウムのばらつきは 30% 近くありました。この土壌の中での最大値と最小値の比較をしますと、トータルのセシウムは約 1.9 倍、交換性のセシウムは約 4.4 倍と、最大値と最小値を見ましても、交換性セシウムの方がばらつきが大きいということがわかります。イントロの場面で説明しました福島県農業総合センターの結果ですと、トータルのセシウムに関しては7倍から8倍の差がある圃場が見られましたが、この圃場ではそばを栽培するために一度工期をしております。トラクターで工期をしております。そのためにもともとはもっと差があったかもしれませんが、その差が少し縮まって均一になって 1.9 倍程度になったのであると思われます。他の元素とセシウムのばらつきを比較してみました。左側が全量の比較、右側が交換性になります。これを見ますと全量の方が交換性に比べて全体的に低いのがわかるかと思います。各元素で見ますと、決してセシウムが高いのではなく、カルシウムやカリやマグネシウムと同程度のばらつきが見られます。それは全量でも交換性でも同じような傾向が見られました。そこで栽培したそばの放射性濃度の分布になります。全体のばらつきとしてはこのようなばらつきになります。変動係数で見ますと、そばの史実のばらつきは約 45% 近くありました。最大値と最小値の比較でしますと、5.5 倍ほどありました。先ほどの土壌のばらつきと比較しますと、土壌のばらつきに比べてセシウムのばらつき、そばが吸収したそばのばらつきの方が高いということがわかります。それは変動係数でも最大値と最小値の比較を見てもそばのばらつきの方が大きいということがわかりました。そこでこのそばのばらつき、そばのセシウム吸収に関わる要因をそれぞれの土壌について調べた各項目で単純な単相関を取ってみます。相関を係数を取ってみました。私が調べたのはトータルのセシウムや交換体のセシウム、また塩基、交換性のカリウム、マグネシウム等です。私が調べた中では、この圃場においては、一番、ごめんなさい、縦軸がそれぞれのそばのセシウム濃度になります。私が調べた中では、一番そばのセシウム濃度と相関が高かったのは、交換体のセシウム濃度でございます。一般的に交換体のカリウムとセシウム濃度が吸収が逆、負の関係が見られると言われますが、この圃場に関しては、交換体のカリウムとセシウムに関してはそれほどきれいな関係は見られませんでした。この要因として一つ考えられますのが、ここの圃場は、農家が特農家というか、手を毎年入れているということで、もともと交換体のカリウム濃度がやや高い圃場であるということから、一般的に言われるような、負の関係は見られなかったのかと思います。そのような圃場でも、交換体のセシウムが作物の吸収と、最も高い相関が見られる結果でした。そこで、どのような圃場で史実のセシウム濃度が高いかということを考えるときに、私はここでどのような土壌の交換性セシウムが高いかということで、この放射性セシウムと、それぞれの、分析結果との相関を取りました。その中でまずはじめに、一番相関高いのが、トータルのセシウムと交換体のセシウム濃度です。横軸にこれは、セシウム濃度、縦軸に交換体のセシウム濃度を取っていますが、これらの相関を見ますと、このようなきれいな正の相関が見られます。
考えてみれば当たり前のことで、降った量が多いところでは、抽出される高簡体のセシウムの量が多いということを示しているかと思います。でこの次の、相関として高かったのが、横軸に示してあるのが土壌中の炭素含量 C%、炭素含量になります。土壌中の炭素含量が多い、圃場では、高簡体のセシウムが多いということがわかります。先ほどのトータルのセシウムから高簡体のセシウムを、の割合、トータルのセシウム分の高簡体のセシウムの割合をここでは抽出率と、表していますが、抽出率との相関を取りましても、土壌中の、炭素含量が多いところで抽出率が高いということが分かりました。これが意味しているのは、抽出しやすい、高簡体として出やすい圃場というのが、土壌中での、炭素含量はほぼ有機物含量と考えられますので、有機物に吸着していることが多いということが、示されるデータかと思います。ここまでをまとめますと、高簡体セシウムの吸着場所としては、一般的に考えられるのは、粘土鉱物や有機物含量が考えられます。ここでは、この圃場は同一圃場を用いたために、この粘土鉱物はすべての、調べているわけではありませんが、同一圃場なので、粘土組成はすべて同じかと考えられます。そのため、抽出率、高簡体のセシウムの量を規定したのは、この有機物含量になるのではないかと考えています。有機物含量が少ないところよりも、このように有機物が土壌の周りに多いところの方が、高簡体のものが多くて、セシウムが抽出され、植物が、そばが吸収してしまったのだろうというふうに考えております。これ先ほどのそばの、セシウムの分布ですが、これを見ますと、右側の方に偏りがありました。でこれは、なぜこのような右側に偏りがあるかということを、この栽培の後にこの結果を見て、考察をしてみました。そうしますと、土壌中の水分が、右側の方が、低い、左側のは常時高い傾向が見られます。これはこの圃場の左端に、用水路が流れてまして、ここから水が染み出てきているんだろうと考えられます。これらのことと有機物含量の大小を考えますと、水分が、用水路が近くて、土壌水分が高く、こっちは低いということなので、多分、毎年作っている作物栽培が左側の方が生育が悪くて、右側の方が生育がいいだろう。そうすると、生育がいいとね、植物の根とかも生えますので、右側の方に、次第に、有機物が溜まっていき、左側の方は、有機物が少なくなって、で、その結果、このような、セシウムの分布になったのではないかというふうに考えています。最後に、今後の放射性セシウムの挙動について、検討をいたしました。先ほどお見せしましたが、土壌の中ではこのように吸着の強いものと弱いものがあります。これが、小暮先生等のお話にもありましたが、時間が過ぎると、何もなければ、こういう、弱い吸着のものが、強い吸着の方に、固定しています。エイジングと言われまして、時間の経過とともに、土壌中のセシウムの形態が変わっていきます。これは、武田らの報告ですが、横軸が経過時間、縦軸が植物の移行係数を示しますと、モデル試験ではありますが、時間が経過すると、移行係数が下がるような経過があります。これは、この理屈としては、このように土壌の中でのセシウムの、吸着位置が変わることによるものだと考えられています。そこで、この圃場、私が使用させてもらった飯舘村の圃場が、現在、こういうような、吸着しきったものなのか、または、また何らかの理由で、まだまだこういうような、高簡体が多い、圃場なのかというのを比較するために、土壌中にもともとある天然に存在する、133セシウムというものと比較を行いました。133セシウムというのは、もともと土壌に由来するものでして、量としては数ミリグラムとあると考えられています。原発事故で放出した134、137らの放射性セシウムは、一般的に高いところ
5000ベクレルと言われるものを、量に計算しますと、10のマイナス6乗程度です。10の6桁くらい数字が違うんですけども、これらを比較すると、同じセシウムという元素なので、土壌の中での挙動は同じになるだろう。同じになるはずだろう。交換放射性のものと安定同位体のものを比較することで、将来この放射性のものがこの安定同位体のものに、と似た傾向になるだろうというふうに予測し、この2つの2つの形態について、先ほどの、分析項目を比較しました。トータルのセシウムに関しての分布は、下をご覧いただきたいんですが、放射性のセシウムのばらつきに比べて安定同位体の方が低い、圃場の中ではなるべく均一な、分布をしているということがわかります。一方、交換性のセシウム、植物が吸いやすいと言われる放射性の交換性のセシウムに関しては、放射性のセシウムのばらつきおよび安定同位体のばらつきともほぼ同じような分布になりました。トータルのセシウムの分布は安定同位体の方がばらつきが低いんですけども、交換体に関しては安定同位体も放射性も同じようなばらつきでございました。で、ここで先ほども示しましたトータルのセシウム分の放射性のセシウムの抽出率を見ますと、現在のところ、放射性のセシウムの方が安定同位体のセシウムに比べて約 3.5 倍、抽出しやすいという結果でございます。これは何を意味しているかというと、自己由来の放射性セシウムは、固定化がまだ進行中、まだ3倍くらい、高い抽出率を示しているので、まだ固定化がこの圃場に関しては進行中だろうというふうに考えられます。そこで、作物の、セシウムの吸収を同じ圃場で見ますと、これも先ほど交換体と、結果と同じように、放射性のセシウムの方が吸収しやすい、3倍くらい今のところ吸収しやすいという結果でございました。安定度放射性のセシウムが現在のところ安定度セシウムに移行しやすい。これは、固定化がまだ進んでなく、交換性の割合が高いからというふうに考えています。ちなみに、放射性のセシウムと安定同位体のセシウムの植物の中での移動をこれは示しています。開花期のセシウムと子実のセシウムの比を取ったものです。そうしますと、ほぼ同じ、ちょっとばらつきがあるんですが、安定同位体も放射性もほぼ同じでございます。これは何をするかと、意味をするかというと、セシウムという元素の挙動は植物の中に入ってしまえば、この濃度の範囲であれば、放射性も安定同位体も同じ挙動を示しているということを意味しているかと思います。最後にまとめますと、圃場内のばらつきに関しては、トータルのセシウムのばらつき、これ逆ですね。すみません。放射性のセシウムのばらつきの方が大きかった結果です。また、作物と土壌のばらつきを比較すると、作物のばらつきの方が大きい結果となりました。土壌中の存在形態としては、本圃場では同一圃場での比較という前提になりますが、交換性のセシウムとトータルの炭素含量に相関が見られました。これは交換性セシウムが有機物に吸着されていることを示す結果かと考えられます。また、土壌中の存在形態は、交換性のセシウム抽出率に関しては放射性のセシウムが高く、それに伴い作物の移行係数も安定同位体セシウムよりも放射性セシウムの方が高いということから、事故後、これは去年やった試験ですので、4年経った現在時でもまだ固定化が進行中、もう少し固定化が進むだろうというふうに考えられます。これは福島県が行っているモニタリングの作物に関する結果です。横軸が年数、縦軸が作物の濃度、これ、対数軸で取ってありますが、このような結果になります。ご覧のように、時間が経つにつれて、福島県の農産物はだんだん低くなってきていることがわかります。この低くなっている理由として、物理的半減期、134に関しては2年、137に関しては30年という、物理的に自然に減っていくものに加え、福島県が行っている低減対策、カリウム施肥や、反電高騰のカリウム低減対策のほか、これまで説明したような土壌へのセシウムが固定しているということが、相まって、このようにだんだん下がってきているんだろうと考えられています。
最後に今日発表させてもらったデータは、昨年、卒業した森さんが、彼女が頑張って出してくれたデータです。また、この補助を試験を行うにあたり、農家の、大久保健一さんが快く補助を、貸していただいた結果、今日、発表させていただくことができました。ここに感謝申し上げます。ありがとうございました。